はい、どうも、ゆうです。今回はですね、7月13日二次更新の方を見ていきたいと思います。では、早速、見ていきたいと思います。まず SBC からですね、見ていきます。まず、1人目ですね、こちらになっております。スキルオン逆足はね、176センチ控えめとなっております。まあ、この時期にスキルオン逆足は気になりますけど、まあ、レート94なので、まあ、エボ対象に入ってくるので、どうにかなるかなっていう感じはあるかなと。でも、まあ、能力もこんな感じですね。まあ、悪くはないんですけど、まあ、白 PS も悪くなくてっていうところですね。まあ、ただ迅速欲しかったかなっていうところは、まあ、正直あるかなと思います。まあ、それ以外は別に悪くなくて、本当いいかなと思うんですけど、まあ、無理して作る必要もないかなっていうところで、自分は、スルーでいいかなと思っております。で、90プラスサマートナメントヒストリーということで、こちらまた来ております。で、SBC 自体は以上になります。で、目標ですね、見ていきたいと思います。まあ、キャンペーンの方は特に追加は来てなくてですね、ライブイベントの方は、スターカップですね。PK 全然昨日のは全く勝てなかったんで、ちょっとまたトライしていかないといけないんですけど、こんな感じになっております。PK に関しては、得点系ですね。このヨーロッパとかのゴールとか、もう全部進めれますし、PK の目標とかに関しても、アシスト以外は基本ゴール系であればほとんど達成できるんで、ぜひやってみてはどうかなと思います。ST で4ゴールとかもですね、ST ばっか、入れてやれば、クリアできたので、まあ、このあたりは本当にめちゃくちゃいい、目標イベントになってるかなと思うんで、まあ、やるべきかなって感じですね。エボもめちゃくちゃ進みますし、まあ、やっていくべきかなとは思います。ということで、えー目目標もですね、以上になります。そしたら次ですね、エボリューション見ていきたいと思います。で、このセルハーストが今日もになってるんで、まあ、非常にいいエボにはなってるんで、お忘れなくっていう感じです。ちょっとまだ自分は決めきれてないんで、最後まで悩んでるって感じになっております。で、こちらがフィニッシングタッチとか、まあ、まだ残り3日なんですけど、残り5回分ってなってるんで、もともとは。ここも忘れなくって感じです。で、本日来ましたのはこちらになっております。不安から自信へということで、総合で最大93になっております。対象ですね。決定力プラス10の94、シュート力90のペナルティキックが45です。で、視野10で、コントロール10のレース差25、で、逆足が2ということで、まあ、あってもなくてもかなっていう感じですね。まあ、めちゃくちゃ悪いわけでもないですし、正直めちゃくちゃいいわけでもなくて、なんか別にそこいるっていう感じの、能力上がる部分であったりとか、あとシュート94って正直、まあそこまででかくないっていうところだと、オーバーが1アップだけだったらよかったんですけど、オーバーも3上がってしまうっていうのを見ると、だいぶ微妙かなとは思っております。まあペース上がるわけでもないですし、本当シュートとペナルティと冷静さっていうところで、シュートも94っていうところがですね、だいぶ渋いかなって感じです。今、シュートスタッツだけ上がるエボだったら96まで上がったりするんで、まあそのあたり見てもですね、ちょっとしょぼめではあるかなと思います。まあ95まで上がってしまった時点でもこの後エボなかなかできないですし、まあレートのほんと低い選手だけに使うのはありかなっていう感じですね。まあレート80とか、まあ8、まあそうですね、もう少し低いところまでだったら全然ありかなとは思いますけど、まあ、それ以外に関しては無理して入れる必要はないかなと思います。で、まあ自分の手持ちとかでいくと、今まあこんな感じになってるんで、まあマカマとかでね、ギリ88ですけど、まあこれとかはもうほとんど能力が上がってしまっている状態なので、まあこのあたりもないかなと思いますし、まあ91で使うのもったいないかなと思うんで、本当レート低めの、作りたい選手がいればそこに使うぐらいかなと思います。ということで、エボリューションも以上になります。最後ですね、エボと市場の方を見ていきたいと思います。エボの今の主流こんな感じになっております。まあ、ちょっと気になる選手に関しては、ベッド X の方で上げていこうと思いますので、よければそちらを見ていただければと思います。で、今市場ですね、ベリンガムとサッカが今もレンジマになっております。まあ、アップグレードもしてですね、まあ、ベリンガムとかも、まあ、能力がすごい状態になってて、まあ、自分ももう売ってしまったので、ちょっと後悔してるんですけど、500万ぐらいで売ってしまったんで、まあ、ほとんど99ということもあって、まあ、このままいけば、アンカーで長にも使えるんですけど、まあ、敏捷性ですね。ここは、ちょっともう一個上がってしまったらもうできなくなるって感じにはなっております。まあ、攻撃面含め、守備含めてですね、まあ、実際のベリンガムも今すごいんですけど、まあ、ゲーム上のベリンガムも、ちょっと化け物級にはなっているかなと思います。まあ、サカもですね、まあ、能力スタッツもうめちゃくちゃ強くなってですね、
もう本当上げるとこどこを上げるのっていう感じぐらいまでなってきてるんですけど、こちらもめちゃくちゃ強いかなっていう感じには、なっております。ということでですね、市場今こんな感じです。で、新選手の方とかもですね、ヤマドが今これぐらいの値段になってて240万ということで、自分も229万ぐらいで買えたんで、比較的安いですし、他の選手ですね、なんかちょっと落ち着いてる感はあるんですけど、本当に全体的に安いなっていうところあるんで、試し合い選手いれば積極的に使っていってもいいんじゃないかなと思います。で、あと、グローリーハンターとかもですね、だいぶ下がってますね。全体的にハーランとかも145万ということで、ちょっと昨日、一昨日とかであれば160、170で、売れたと思うんですけど、140まで落ちてるって感じにはなっております。ちょっとこれ渋りすぎたなということで、昨日ちょっと売ろうと思ってたんですけど、完全に忘れてしまってて、今、こんな感じの値段まで、下がってしまっているっていう感じにはなっております。で、チーム1の方もですね、全体的に、安いかな。デンベレとかメッシとかでも200万台使えますし、この辺はやっぱ好きなピースつけれますので、つけたところで後でトレカで売れるっていうところもあるんで、積極的に使っていっていいんじゃないかなと思います。ということで、以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、また。